皆さんこんにちは、刀の舞さんです。ドイツ旅行6日目の朝です。この日はフルートという町に住むお弟子さん夫妻のお家と道場見学、2つのクリスマスマーケットを楽しむ盛りだくさんな一日でした。途中でドイツのベーカリーにも立ち寄ってくれました。こういうシュトーレンとかナッツとかスパイスがたっぷり効いた焼き菓子とかがもともと大好きです。なんかソーセージみたいなケーキがありますね。こっちはパン。見てるだけで楽しいですね。ピーター夫妻の家に到着。入り口にはお地蔵さんがありました。もういきなり普通じゃない。褒めてます。お家には可愛い猫ちゃんがいて、私は一瞬で心を奪われました。しかし私、あんまり猫ちゃんには好かれないタイプで、大抵一方的な片思いに追われます。ドイツの猫ちゃんは寒さにも強くなるのでしょうか。お庭に足跡がたくさんついていて可愛すぎでした。好きあらば撫でようとしております。ちなみにこのお庭もこのご夫妻が自分で作ったそうです。お庭の散歩が飽きたようで入れてくれと言ってるのもまた可愛いです。こっちに来たのでついに懐いてくれるかと思ったら、一目散に師匠の上。正直めちゃくちゃ悔しかったです。要はあれって外に出てあれだからすごい汚れてるじゃん。先生、猫飼ってますか？僕は誰にでも廃れんの。小さなお城や家康の鎧のフィギュアもありました。彼らも本当に日本が大好きなようで嬉しいですね。居合道の文字を見つけて、居合道と合気道の勉強ノート、そして日本の団体の認定証を見せてくれました。彼は何十年も稽古を続けてきて私の大先輩です。私も段を重ねてきて、まだまだもちろん素人の部類ではあるんですけれども、最近少しずつですね、それぞれの本当に細かい所作であったり、また居合道の歴史だったり、なんかもっと追求していきたいなって思っている今日この頃で、この時、2年前なんですね。なので、まだこうやってふーんって見せてもらっていたんですけれども、最近は彼のように学んでみたい気持ちもちょっとずつ湧いてきているところです。1, 2, 3, 4 for the to Christmas. Yeah. At Sunday we're not here. Later we. そして急に彼は何やら大きな包みを開け始めまして、何かなと思って見てましたところ、ドイツ語はちょっとわからなかったですけれども、裏を見せていただいて分かったのが、こちらクリスマスアドベントカレンダーでした。こちらは私も知ってたんですけれども、毎日一つずつ開けられるんですが、中にチョコレートが入っています。それだけ SNS で動画とかを見て知っていましたけれども、そもそもアドベントというのは日本語で大公節って言って、12月25日キリストの降誕までの4週間、クリスマスを迎えるための準備の大事な期間だそうです。アドベントは11月30日頃からの4週間だそうなんですけれども、このカレンダーは開けそびれてたみたいで、この日は12月4日だったんですけれども、その日付のチョコレートを私がもらってしまいました。2階のお部屋も案内してくれました。こちら仕事部屋だそうですが、こちらにも日本刀や鳥居もありました。猫ちゃんはいつの間にかこちらに移動して昼寝していたようです。仏像まであって笑ってしまいましたが、あとこちらサムライキッズと書いてありますが、ドイツで買ったそうです。呼ばれて階段を登っていくと、3階はスペシャルなお部屋だそうで、師匠も入り口で待機しておりました。
扉を開けるとまるでジャパンミュージアムといった感じで、とっても素敵なお部屋です。こちらで稽古することもできるとお話しされていました。彼の真剣を見せていただきました。すぐに鞘から抜いてみる師匠が怖いです。重い。重い？随分重いな。怖い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 。あ、怖い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 。重い。重い。あ、怖い。怖い。1キロ。1.2。1.2. 怖いと言いつつ私も持たせていただきました。こう持ってみると昔よりも怖さが軽減しているのが分かりました。ちょっとポーズをとってみたりしております。カメラを忘れてひょっとこみたいな口をしておりましたが、刀鑑賞はまだまだ私には早いかもしれませんが、今のところまだ真剣は持たないと決めておりますが、いつか私もこの魅力に取りつかれる日が来るのでしょうか。こちらは茶室だそうです。本当にセンスがいいですね。メディテーション。Yeah. この時に彼女は抹茶の茶筅を持ってないっていう風に話していたので、まだ買ってなかったらいつかプレゼントしたいですね。もう私もやったことないですけど。彼らの生徒さんがすでにクリスマスマーケットで待っているということで、急いで向かっております。こちらのニュルンベルクのクリスマスマーケット、実は世界一有名だそうで、日本人団体客の方々もたくさんいらっしゃいました。And this, the original この土地の伝統的なソーセージをいただきました。ビールが好きなので日本でもよくオクトーバーフェストに行くのですが、そこで見るような大きなソーセージを今回の旅では見かけないなってずっと思ってたんですけれども、こちらのニュルンベルクのソーセージは皆小ぶりだそうです。here and eat. ここでなんで笑っているかと言いますと、一口目を食べて感想を言っていたのを撮影してもらっていたつもりが、撮影ボタンを押せてないよとお店のお姉さんに教えてもらったからでした。Das ist der letzte Stand, oder? Gibt's immer. Es gibt keine mehr, der die ちなみに彼女は以前の動画で日本でたくさん遊んだクリッシーで、この時初めて会いました。帽子が可愛すぎますよね。おー、すごい。なんて素敵な道場なのでしょう。Facebook ページと YouTube で何年も前から見ていたので、実際に来られてとても感動しました。And this Yeah. of Sensei made. Oh, It's my- sensei. This is my old Sensei. Yes, yes. 師匠のとっても若い頃のお写真が神様みたいに飾られていて笑ってしまいました。And this, Yeah. the shoes. おー。 The original shoes. おー、すごい。彼も立派な鎧を持っております。みんな本当にすごいですね。 Arbeitstag, die Touristen. そして夜もフルートの大きなクリスマスマーケットへ。日本でもクリスマスマーケットがイベント的に増えてきましたが、ドイツではとにかく至る所にありますし、一つ一つの規模が全然違います。マーケット内の特設レストランに行きました。お弟子さんたちが席を取っててくれました。床にはおがくずが敷き詰められていて、ストーブも上からあったのでとってもあったかかったです。チーズとマカロニを絡めたメニューがメインのお店で、いろんな具が選べたんですけれども、私はエビのパスタにしました。
そんなに量がないように見えて、なぜかいくら食べても減らない不思議なパスタでした。すごくお腹いっぱいになったのは覚えております。Bye, son. ポケモンどこ？この辺りは雪は積もってなかったんですけれども、逆に横浜とか都内の寒さと似てるというか、なんか骨の芯から冷える感じ。もう私の鼻も赤いですけれども、この寒さがとても苦手でして、もう帽子をかぶってないと耐えられない感じでした。至る所にストーブや焚き木もあったんですけれども、なかなかたまらない状態でした。師匠たちが見ていたのは斧投げでした。私はいいって言ったんですけれども、みんなでやるぞということで、こちら陽気なお兄さんでした。すごく簡単だよって言われたんですけれども、私とにかくですね、何か投げるっていうのが球技もですし、すごく苦手なんですね。ダーツも苦手ですし、だからダメだよって言っていたんですけれども、やってみたら本当にダメでした。師匠をとてもがっかりさせてしまって、帰国後もずっとがっかりしたって言われてしまって、うるさいなと思っておりましたが、できないものはできないんですよ。はい。ここでも言っておきますが。師匠の番になりまして、ここで師匠も失敗したらよかったんですけれども、一発でできちゃうんですよね。基本的に器用なんです。こちらはハニーワインというそうで、みんなでテイスティングさせてもらいました。フラスコみたいなボトルがとても可愛くて欲しかったんですけれども、この時荷物がねもうパンパンだったので、ちょっと私は諦めるって言ったんですけれども、これぜひ過去の動画見てほしいんですが、私は諦めるよって言ったら、この時に彼女が買って翌年に持っていくよって言ってくれて、本当に約束通り去年ですね、日本に持ってきてくれました。とても嬉しかったです。この時も寒さの限界で、彼女に頼んでウイスキーのお湯割りをバーで作ってもらうようオーダーしてもらいました。ちょっとレモネード、温かいレモネードにのウイスキー割りみたいなのをいただきまして、ちょっと想像とは違いましたが、甘くて美味しかったです。やっぱり温かいものを飲まないとやってられない寒さです。ドイツに今の時期に行かれる方は、それは覚悟して行かれた方が良いかと思います。最後に映えスポットでみんなで写真を撮りました。師匠は最後までお元気で何よりでしたが、実は私はしっかりとこの時に風邪をひきました。次の動画がドイツ旅行ラストになるんですけれども、最終日どうなってしまったのかは次回の動画でお楽しみいただけたら嬉しいです。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。